新しいパソコンの部品が出たら型落ちのやつって安くなるでしょ。実はそれ GPU の世界だと全然違うんだよね。そうなの？全然違うってどういうこと？ NVIDIA の最新 GPU-B200 って前の世代より性能が上がってるのに値段も上がってると言われてるの。値段下がるどころか上がってるで意味わからんやん。普通のパソコンパーツやったら考えられへんことだよこれ。そうなの。スマホやパソコンの型落ち品とはそもそも成り立ちが全然違うんだよね。しかもそれで世界中で売り切れ受注残が続いてるらしいんだよね。なんでそんなことになるん？普通企業がどんだけ欲しがってもそのうち十分な数が行き渡ったら値段って落ち着くもんちゃうん。それがね AI の世界にはちょっと特殊な事情があって、それも含めて今日はじっくり見ていくね。今日はそれを深掘りするね。見終わる頃には A100H100B200 っていう型番が何を意味するのかちゃんとわかるようになるよ。そんな会社の話なんでワイらの財布にまで関係あるん？実は AI サービスの利用料にも関わってくる話だから意外と他人事じゃないんだよね。性能が上がったから高いだけじゃないの？それも間違いじゃないんだけど、それだけだと説明できないことがいくつもあるの。それだけじゃないの。実はこの値段が下がらない理由2つの全然違う仕組みが絡んでるの。それを今日は両方解き明かすね。2つも理由があるん？そう、空だっていう抜け出せない仕組みと AI の計算需要が絶対に頭打ちにならない理由、順番に見ていこう。なんかその2つの理由めっちゃ気になってきたわ。でしょ。基礎の基礎 CPU と GPU の違いから順番にしっかり見ていこうね。よっしゃ、今日もしっかり勉強させてもらうで。いくで。きなこもっちーのテック深掘り。今日も一緒に深掘りしよう。 GPU ってさ、結局 CPU の速いバージョンってだけでしょ？そう思うよね。私も最初はそうだと思ってたの。きなこでも勘違いしてたことあるんや。もちろんこの違い覚えるとテック系のニュースが一気につかめるようになるからちゃんと説明するね。でもね CPU は会社のマネジメント層、 GPU は現場で動く実務プロフェッショナルなんだよ。マネジメント層？なんかいきなり会社の話になってきたけど。 CPU は少数の優秀なコアが複雑な判断を1個ずつ順番にこなしてくの。少数精鋭ってやつか。でも GPU はコアの数が違うんでしょ？そういえば CPU と GPU 値段ってどっちが高いん？単純比較は難しいけど GPU は専用回路をたくさん積んでるわけ。同じ性能でも値段のつき方が違ってくるの。それって普段使いのパソコンにも同じ GPU が入ってるん？入っている回路の種類自体は近いけど AI 学習用は用途に特化した作りになってるわけ。規模も値段も桁違いなんだよね。そうなの。 GPU 波数百から数千個の小さな専用コアが同時に動くんだよ。数千個で Y の手足が1本やのに GPU は1000時間のんってことやん。一本一本は非力でも同じ作業を一斉に手分けするのは得意なんだよね。せやから同じ作業をみんなでやるときは GPU の方が武器になるんやな。そこが AI と相性いいところで AI の学習って巨大な掛け算の表をひたすら計算する作業なの。掛け算プリント100枚を1人でやるかクラス全員で1枚ずつ分けてやる勝手話か。そういえばゲームの映像とかも GPU 使うよね。あれも同じ理由なの？そうそう。画面の何百万個ってピクセルを毎秒何十回も計算し直すのも同じ処理を大量に一斉にこなす作業だから GPU の得意分野なんだよ。その例えいいね。まさにそれで一斉にやれるから同じ時間でこなせる量が桁違いなんだよ。そういうことか。 CPU は万能選手が1人でこなして GPU は大人数で一気に片付けるんやな。じゃあこれからは GPU って聞いたら手分け上手な作業員集団って覚えとくね。その理解でバッチリだよ。じゃあ次はその手分け上手な作業員たちが時代ごとにどう進化してきたかって話やな。この手分けが得意って性質が実は次の話 GPU の世代進化の方向性を全部説明しちゃうの。 A100 から H100
B200 って型番の数字がどんどん大きくなってるから、性能も数字なりにどんどん上がってるってことだよね。それがそう単純じゃなくて、実は精度を落として量をこなすっていう発想の転換があったの。精度を落とすって数字は大きくなってるのに逆に雑な計算になってるってことをよくわかんないよ。まずハードの話からね。B200 は208オクトランジスタ TSMC4NP プロセスで2つの台を1個の GPU としてくっつけてるの。2つの台をくっつけるってチップを2枚重ねてるみたいなイメージ？そう、チップの心臓部を2枚使って超高速な配線でつないで1個みたいに動かしてるの。物理的な限界を接続で乗り越えた形だね。じゃあでっかい1枚のチップを作るのはもう限界だから2枚くっつけてごまかしてるってことを？これって次の世代もどんどんチップの枚数増やしていくってことを？枚数を多くするだけじゃなくてつなぎ方自体も進化していくの。それは後半でじっくり説明するね。ごまかしじゃなくて工夫ね。もう一つ、計算の精度自体を落とす仕組みもあって、名前は第2世代トランスフォーマーエンジンっていうの。精度を落とすって適当に計算するようになったってことを？それ大丈夫なのを？数値の細かさを FP16、FP8、FP4 ってどんどん荒くしていくと1回の計算が軽くなって同じ回路で倍の量をこなせるようになるの。じゃあ H100 の時からもその精度を落とす作戦は始まってたってことを？そうだよ。H100 で初めてトランスフォーマーエンジンが入って B200 はその第2世代で FP4 に対応した。数字より発想の転換が本質なの。型番の数字がでっかい方が単純にすごいと思っててんけど、そうやなかったんや。ただ精度を落とすのって実は良いことばっかりでもなくて落とし穴もあるんだよね。落とし穴って具体的にどんな感じの話なん？でもね、この FP4 っていう仕組み、実は精度が落ちても平気とは言い切れない落とし穴もあって、それはクルダの話と一緒に次で触れるね。じゃあさ、他の会社が安い GPU 作ってきたら NVIDIA に勝てそうじゃない？それがそう単純じゃないの。ハードだけじゃなくてソフトの世界で囲い込まれてるんだよね。ソフトで囲い込むってどういうことなん？ NVIDIA が独自に育ててきた開発環境があって、それに世界中の開発者が慣れ親しんでるの。 NVIDIA の GPU には汎用計算係のCUDAコアと AI 専用のテンソルコアが両方載ってるの。その専用の方って何が違うの？普通の計算力を上げるのとは別？テンソルコアは行列の掛け算だけに特化した回路なの。 AI の計算はほぼ行列演算だから専用にすると桁違いに速い。つまりCUDAコアが何でもやでテンソルコアがその道のプロみたいな。そうそう。しかもトランスフォーマーエンジンってやつがどこまで精度を落としていいか自動で判断してくれるの。精度を落とすって計算が雑になるってことを？大丈夫なのそれ？数字の細かさを落として計算を軽くする感じ。 FP16 から FP8、 最近は FP4 まで下げて速度を稼いでるの。そういえば前に精度を落とすのって実は落とし穴もあるって言ったでしょ。 FP8 は精度劣化ゼロなんて言い切れないの。そうなんや。絶対安全ちゃうんやなこれ。そうなの。しかもこのCUDAって一回使い慣れると開発者がなかなか手放せなくなる仕組みでもあるんだよね。つまりCUDAに慣れた人ほど他社のチップに引っ越しにくくなるってことを？じゃあCUDAを使ってない人はどうなるの？他社チップ向けにコードを一から書き直す必要が出てくるの。時間もコストもかかるから二の足を踏む開発者が多いんだよね。せっかく覚えたやり方があるのにわざわざ別のを覚え直すのはめんどくさいよな。そうなの。使い慣れることこそが実は一番強力な囲い込みになってるんだよね。そうそう。積み上げてきた開発資産があるから乗り換えるほどもったいないって気持ちが働くの。このロックイン、実は NVIDIA が値下げしない理由の半分でしかないの。もう半分は需要そのものの話。性能がどんどん上がってるならそのうち十分になって需要も落ち着くんじゃないの？それがそうならないの。
なんで？だってさっきロックインの話でもう半分説明できたって言ってたじゃん。そうそう、もう半分がこれから話す需要の話。この2つが揃って初めて全体像が見えてくるの。実は AI の世界にはスケーリング則っていう法則があって、モデルを大きくデータを多く計算を伸ばすほど賢さが伸び続けるの。賢さが伸び続けるって際限なく？そう、しかも大きいモデルほど少ないデータで賢くなれるから、企業はますます大きなモデル多くの GPU を欲しがるんだよね。モデルを大きくするって具体的にどういうことなん？ AI の頭脳になるパラメータの数を増加させるの。人間でいうと脳のニューロンを増加させるようなイメージだね。ニューロン増やしたら賢くなるんはなんとなくわかる気がするわ。しかもデータも計算量も同時に伸ばすと相乗効果でさらに賢くなるの。だから企業は3つとも一緒に伸ばしたがるんだよね。データを増やすのはわかるけど、それを集めるのって大変そうやな。そうなの。だからこそ良質なデータを大量に持ってる企業ほど有利になるんだよね。つまり GPU だけあってもダメで、データも計算力も全部セットで必要ってことか。そう、その全部を同時に増やし続けられる体力がある会社ほど GPU をより多く必要とするんだよね。じゃあいつか頭打ちになったりしないの？今のところ計算量を7桁以上1000万倍にしてもこの法則が崩れてないの。1000万倍で想像もつかへんわ。だから企業側の需要は理論上いくらでも増え続けるの。これが GPU の値段が下がらないもう半分の理由なんだよ。さっきのクーダロックインと合わせて2つの理由がやっとつながったな。そうなの。抜け出せない仕組みロックインと終わらない需要スケーリング則、この2つが組み合わさって NVIDIA が価格を決める力を持ってるんだよね。なるほどな。需要が終わらない理由は分かったよね。じゃあ最後、なんで1枚買うより100枚つなぐ型が大事なのか、そこを見ていくね。実は私も最初 GPU1 枚が早ければそれで十分だと思ってたの。きなこでも間違えるんや。でも実際は違って AI の学習規模が大きくなるほど1枚の速さより大事なものがあるの。きなこでもそう思ってたなら Y が勘違いしてても仕方ないな。これは知らないと気づきにくいポイントだからしっかり見ていこうね。1枚が早ければそれで十分じゃないの？それがそうじゃないの。巨大なモデルを学習させるときって GPU 同士が計算結果を大量にやり取りするんだよね。 GPU 同士が喋り合ってるみたいな感じ？そんな感じ。このやり取りのスピードを決めるのが NV リンクっていう GPU 同士を直結する超高速の回路なの。 GPU 同士がやり取りする墓って実際どんくらいなの？巨大なモデルを学習するときは1秒間に何百ギガバイトってレベルでデータをやり取りするの。そら普通のケーブルだと全然追いつかないな。 NV リンクって普通のケーブルと何が違うん？ NV リンクの帯域は世代ごとに倍々で伸びてて B200 が使ってる第5世代は 1800GBps もあるんだよ。1800、数字がでかすぎてピンとこないな。普段パソコンで使う一般的な接続方式より桁違いに速いの。だから GPU 同士のやり取りには NV リンクが使われるんだよね。じゃあ1枚1枚の性能競争じゃなくてつなげる速さの競争ってことを？そう、100枚の GPU を1台の巨大な計算機みたいにつなげる能力こそが単体チップの速さじゃ代替できない価値なの。じゃあ企業って GPU 何百枚も同時に買ってるってことを？そうなの。1台の巨大なスパコンみたいに何百枚何千枚を丸ごと導入する企業も増えてるんだよね。何百枚もつないだらそもそも管理するのも大変そうだな。そうだね。だからこそつなぐ仕組み全体を作り込める NVIDIA の強みがここで生きてくるんだよね。1枚買うより100枚つなぐ方が大事ってやつやな。ここまででなぜ値下げしないかは全部説明できたんだけど、実はこのつなぐ技術次の世代でもっとすごいことになってて。A100 から H100、P200 まで見てきたけど数字がでかいだけの話とちゃう簡単やな。
3行でまとめるね。1計算、精度を落として量で稼ぐ設計にシフトしたこと。2接続、NV リンクで何十枚も GPU を束ねる方が1枚の速さより効くってこと。3需要、スケーリング速のおかげで GPU 需要が尽きないから NVIDIA が値下げする理由がないってこと。計算、接続、需要の3つが噛み合って値段が下がらない構造になってるってことか。そういうこと。スペック競争じゃなくて計算×接続×ソフト囲い込みの総合戦なんだよね。型番の意味めっちゃ分かったわ。これは保存版やで、絶対保存しとこ。じゃあ最後に A100H100B200 の比較表出しておくね。でも正直に言うと価格の具体的な数字は NVIDIA が公式には出してないから表には載せられなかったの。そうだったんだ。意外と言い切れないことも多いんだな。わからないことをわからないっていうのも正確に伝える上で大事なことだと思ってるの。みんなは価格とか供給どこが気になる？コメントで教えてね。この比較表友達とか同僚に話す時のネタにも使ってもらえたら嬉しいな。せやな、ワイもドヤ顔で話したろ。型番の裏側を知ってると今後のニュースの理解も深まると思うよ。せや、飼い主も新しい PC パーツでずっと悩んでるみたいやけど GPU1 枚買うだけじゃ解決せえへんでって教えたろか。この NV リンクでつながれた100枚単位の GPU、 実は次世代のベラルービンだと72枚丸ごと1台みたいにつながるらしくて、それはまた別の動画で詳しく話すね。今日も勉強になったな。 GPU の型番二度と忘れない自信あるよ。その調子でいろんなテックニュースも楽しんでいってね。次回の NV リンクの話も楽しみだな。絶対見るぞ。参考になったら高評価いいねしてくれるとおやつ代になるよ。チャンネル登録と通知オンもよろしくね。バイバイ。またね。